はい、こんにちは、どうも。前回は、ビブラート、ユリがどういうものかっていうのを説明しました。で、それに引き続き、今回はちょっと具体的にかけ方について説明していこうと思います。まずね、ビブラートの基本なんですけど、どうやってかけるかっていうと、前腕、この肘から手先まで、これでかけてください。なんかこう手首とか指、こう指でやったりとか手首でやったりとか、これはね NG かなと思います。これなんでかっていうと、実際こうフレーズでこういろいろ指を入れ替えたりとか弾いたりとか、移動してったりとか、いろんなタスクがこう手先ってあるんですよね。で、前腕でかけられないと指とか手首にそのビブラートのタスクを課してしまうと、フレーズによってブレが出てくるんですよ。例えば薬指で押さえてる時と人差し指で押さえてる時で、ビブラートをかけてる時でこう押さえる力が変わっちゃったりとか、ツボを外したりとか、次のツボに間に合わなかったりとか、弾いてる時だけなんかこうビブラートのかかり方が変わっちゃうとか、とにかく安定しない。全部前腕で統一してあげる。それをやればもうずっとこう前腕でこうでバーって揺らしてます。でこれでこうバイバイってやってる感じですね。でその中で人差し指で押さえる、薬指で押さえるとか、弾くとか、そのままこう移動していくとか、だからこう手先がこう何やってようがずっとこう肘がこう揺れてれば安定してビブラートがかけられるんです。でフレーズが簡単だとか難しいからとかに左右されずに、ずっとこうやって安定して揺らすことが可能なので、必ずこう肘から先前腕でかけるようにしてください。手首とか指をこうやってグニャグニャするのはなしで、なんかね、すりとかこう移動の時ってこう肘使うじゃないですか。あの感じ、このすり、これのちっちゃいバージョン、こうじゃなくて、こうでもなくて、肘から先をちょっともうほんのこれぐらいだけど、こういう風に揺らしてくださいって感じです。だからね、結構思いのほか、こんなに揺らさないんだ、こんなに動かさないもんなんだっていう感じになると思います。で、次のポイント、すりとちょっと違うところなんですけど、親指をロックしてほしい。例えばその4のツボで、ちょっとビブラートかけてみますけど、すりの場合とか移動してる時っていうのは親指をこう外してないと、指すりがこう滑っていかないと思うんです。でもビブラートの場合はパチってこう親指をしっかりロックかけてください。動かないように、もう腕をこう思いっきり振ろうと思っても親指がロックしてるから動きませんみたいなっていう風にしてください。9のツボだったらピシッてロックをしてビブラート、っていう風にやってみましょう。で、これなんでかっていう話をすると、気温、例えばこの4のツボでかけたい、そこにビシッて親指を止めて、この辺かな、ビシッてこう止めてやんないと、外れるとこの気温がこうやって一緒にブレちゃうんですよね。なんかね、音痴なビブラートになっちゃう。毎回同じところを中心にこうプラマイで3、4セント、綺麗な幅にならない。これがこうブレちゃったりするので、止めてそこを中心に前後5ミリにとかっていう風にかけていくと、安定した質の高いビブラートになります。必ず親指はロックするように。で、あとビブラートはもうはっきりと力強くやってください。こうやっぱね、ビブラートって揺らすって意味なんですけど、こうワンワンワンとかこう揺らす感じとか、竿の上をこう滑ってる感じとかっていうイメージだと多分、あんまりビブラートじゃないかなと思う。なんかこうゴシゴシこすってる感じ、こう例えば4のツボをガッてもう力強く握って前後にシャッ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 とこうキュッ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 っていうのの連続。これは何でかっていうと、やっぱりそのボワボワっとこう輪郭がぼやけたビブラートをしてしまうと、周期がなかなか合いづらい、とか、あと幅もはっきりしない。ではっきりこれをクリアにシャッシャッシャッフラットシャップフラットシャップってのタッ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 タタ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 タってこうなんかね、音像がこうくっきりしてはっきり聞きやすいビブラートになったりして、そうピッチも正確になりやすいので、結構ゴシゴシこするような感じでガガ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 っていうイメージでやってみましょう。
次も大事なんですけど、前回も言いましたけどね、発音に左右されない。この右手がね、こう四分音符で叩いてたり、八分で叩いてたり、前後待ちしてたり、こう、弾きながらとか、こっちすくいながらとか、いろんなシチュエーションがある、フレーズには。だけど、どんな発音、どんなフレーズでも、ビブラートはとにかく変えない。フラットからシャープに行くことも変わらないし、幅もだいたいこれぐらいっていうのも変わらないし、かけ方っていうのも変わらないし、とにかくもう安定感。これがすごい大事。ずっと変わらずに、かけられるっていうのがすごい大事なので、とにかく惑わされないこと、かけ続ける。これはすごい大事です。で、次も前回の内容に被るんですけど、もう、ツボはフラットから入る癖をつける。例えば、4、6、9、10って移動するフレーズがあったとして、必ず4の、4がちょっとここだとしたら、ちょっと下で、6も、ここが気温だとしたら、9も、10も、必ずツボ行くときに、ちょっと下から入る。ちょっと低いところから入るってもう癖をつけちゃいましょう。必ず下から上に、下から上に。もうこれは絶対変わんないですよ。これはもうツボが降りていくときも、下がって降りていく。場所が降りていくときも、上がってくるときも変わらないです。必ずどっちでもフラットからシャープ、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 フラットからシャープ。常に下から上に、下から上にっていう癖をつけてください。で、あと、これね、1の糸だけなんですけど、1の糸の時って大体もうほぼ薬指しか使わない。で、その時に、指がねこうくっついてないと、離れてるとそれぞれの、ね、指がね、薬指がどうしてもこの揺らす力、押さえてる力に耐えられずに、こう関節がふにゃ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 ってなっちゃうことがよくあって、ならない人もいる。なんか関節が太いのか、こう可動域が狭いのか、このままでもガッガッガッってこの手の形が変わらない、指がこうしならずにこうやって動ける人もいるんだけども、僕が見た限りもう大体の人はもう9割方絶対こうふにゃってなっちゃう。結構頑張ってても絶対もう関節がこう揺れちゃうから、それをロックするために、中指をつける、人差し指つけてもいいし、こうギュッてしてあげるとしならないですよ、力を入れても。これだけだとこうグニャグニャってなっちゃうのが、これだとしならないから、下に行こうと思った瞬間に下に行けるし、上に行こうと思った時にパッて行ける。これがしなっちゃうと、腕は行ってんのに指先行ってないじゃんっていう話になっちゃうんですよね。こういう感じでしなっちゃって、でリアクションが悪い。ずれちゃう。シャープに行こうと思ってんだけど、実際はまだフラットの音が出てるとかって、こうラグが出てきたりするので、腕が動いた瞬間に指先も行く。で、このレスポンスの速さってこれすごい大事なんですよ。なので、よっぽどこの指先が指先っていうかこの関節が硬い人じゃない限りは、中指つけた方が意に沿うビブラートになると思います。で、これも実際にあった話なんですけど、やっぱビブラートの練習してて、やっぱふにゃふにゃしたままこれずっと続けてると関節炎になっちゃう。腱鞘炎っていうのかな。この第一関節がとか第二関節の関節が痛くなっちゃう。ちょっと腫れ気味になったりして、やっぱ三味線ただでさえしっかりこうやって押さえてたりするから負担がかかるんですよ。だから普通にもちょっと弾くのが厳しくなってしまうので、時間を置けばね、直せば治るんだけれども、そうならないためにも、つけてこう予防っていうか、あんまり関節に負荷をかけないようにやってあげるといいかなと思います。さあ、今回はこの辺で、また次回第3弾はですね、具体的な練習法、エクササイズとかっていうのをビブラートに関してあるので、そちらちょっと紹介していこうかなと思います。次回もお楽しみください。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それからレーゲンモデルの津軽三味線アクリルバチ、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。